こんにちは、色と文具です。諸事情で2025年になってしまいましたが、2024年に買った万年筆インクランキングを発表します。この色と文具チャンネルは2024年の4月から始めてまだ1年足らずなんですけれども、本格的にインク沼にハマって1年目ということで、欲しかったインクを結構たくさん購入しました。なのでね、購入したインクは2024年発売ではないインクがほとんどだったんですけれども、あくまで私が2024年に購入したものですが、レビュー動画でご紹介した67本の中から特に気に入ったインクのベスト5のランキングと、番外編としてレビュー動画に載せていない思い出のインクもちらっとお見せしたいと思います。ぜひ最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。万年筆インクランキングなんですけれども、一部ため入りのつけ点用インクも入っていますのでご注意ください。ではまず第5位。有色プラスラメ、水面のような美しさのインク。セーラー万年筆ティプトーンインクのエンジェルズラダーです。こちらはラメ入りインクでつけ点専用のインクになります。今回はレムニーノートコットン英語スクエアサイズのノートにちょっと雑なんですが書きながらご紹介していきたいと思います。2024年7月に発売されたリプトーンインク、シマーインクの3色の中からの1色です。私はミスティックフォグとこのエンジェルズラダーを購入したんですけれども、こちらの色の方が感動が大きかったので選んでみました。この乾く前のみずみずしい感じがすごく綺麗で、トモエリバーとか薄い波打つ紙だと乾いた後のね、偏光ラメが乱反射して輝きがすごく生きるんですよね。ベースの色はちょっとくすみのある緑色で、ピンクな揺らぎが出る有色系の色なんですけど、私の好きなインク工房の162みたいな色でいい色なんですよね。ぜひ試してみてほしいです。第4位はこちらです。亡くなる前に買うべき面白グレー。パイロット色雫の霧雨です。私は去年廃盤になると知らずにこちら購入して試し書き動画をアップしたんですけれども、コメントで海外ユーザーさんから廃盤になるという情報をいただきまして、本当にお気に入りになったようだったのでショックを受けました。限定色なんかもそうですが、気になる時に買っておかないと後悔するというのもね、インク沼の悩ましいところかと思います。この霧雨は水で薄めるとわかりやすいんですが、グレーの中に淡い薄紫のようなピンク系の色が入っていて、クールな中にもほんのり温かめを感じる、そんな色になってます。今のところはまだいろんなところで在庫があるようなので、グレー好きさんには使ってみてほしい色です。ごめんなさい。雫の漢字が間違っていました。続いて第3位は、すごいのはフラッシュだけじゃない。タッチや素直色の青です。素直色シリーズは父をはじめに購入したんですけれども、彩度が高い茶色でかなり気に入りまして、その後、青ブームが押し寄せてきた時にこの青を購入しました。程よいレッドフラッシュが楽しいインクなのですが、気に入った点としては、染料インクなのに顔料インクのような、これをね、個人的な印象なんですけれども、紙に沈まない感じがあるなと思ってまして、ある時期、タッチ&フローさんのインスタか何かでドゥーブルっていうシリーズの黄色い紙のノートに、青いインクで書くっていうのをお見かけしてちょうど持っているノートだったので可愛いなと思って真似して書いてみたいなと思いまして、いろんな青インクで試してみたんですよね。手持ちの青インクでこんな感じで書いて比べてみたら、このタッチや青がちょっと映像では分かりにくいかもなんですけれども、沈みすぎずしっかり青が乗る感じが気に入って、今は雑記用にパイロットのライティブに入れてよく使っています。細字でもキラッとフラッシュするのも楽しくて愛用しているインクの一つです。第2位。癖がなくて使いやすいブラウンインク。
エルバンのパリカラーズエッフェル塔です。2024年のパリオリンピックの直前に発売になったかなと記憶しているのですが、パリオリンピックね、楽しみにしていたので、インクも買ってテンション高めで開会式を見ていたのを覚えています。パリカラーズ5色の中から私は3色、ほぼジャケ買いだったんですけれども、ブルーグレー系のパリの屋根、青インクのベルリ通り、そしてこちらのエッフェル塔を購入しました。その中から特に気に入ったこのエッフェル塔です。結構サイドもあるはっきりした茶色なんですが、乾いた後にクラシックな印象になるというか、程よくムラが出る仕上がりになると思っていて、明るい部分がちょっと琥珀色のような飴色っぽいツヤのある色なのが気に入ったところです。今はこの万年筆、四季折のかぐや姫に入れて手帳の記入とかに使っています。茶色系は手帳とかにも使いたくなる色ですよね。先ほど砂青色の土も気に入っているとお話ししましたが、そちらよりこのエッフェル塔の方が少し薄めの色の印象かなと思います。そして第1位は、美しすぎる夢のような沼の入り口インク。神戸インク物語特別色、ハリスの夢です。こちらは神戸の長沢文具センターと台湾の製品書店さん、そして旧古堂さんのコラボのインクになります。お恥ずかしながら私はインク沼の住人になってすぐに長沢文具センターさんのことを知りました。文具系 YouTuber になってから知るという文具の先輩方にもたくさんご覧いただいている中お恥ずかしい話なんですけれども、万年筆インクの面白いところの一つだと思いますが、世界はもちろん日本全国にもいろんなご当地インクや文房具店さんのオリジナルインクというのがありますよね。今はオンラインショップでも販売してくれているお店さんはたくさんあるので、遠方でも手に入れられるものがたくさんあるのが本当にありがたくて嬉しいです。私は神戸に行ったことがないのですが、長沢さんのオンラインショップでこのインクも購入できました。神戸インク物語は結構地名や観光地の名前が入っているインクが多くて、気になる色があると調べてみたりするのも楽しみの一つだったりします。このアリスの夢はネットでちらっと画像を見かけて気になったので購入してみたんですが、もう初めて描いてみた時の感動が今でも忘れられなくて1位に選びました。色が分離する有色インクっていうのを知って間もなかったのもあるんですが、描いた時はね、本当にびっくりしました。何この綺麗な色ってね、しばらく見とれていました。万年筆インク、特に分離色にね、ドハマりすることになった私の沼の入り口インクです。そして番外編の思い出インクをちらっとご紹介させてください。こちらはインクレビュー動画に載せていないインクになります。これは世界に一つだけのセーラー万年筆のインク工房でインクブレンダーの石丸さんに作っていただいたインクです。冒頭の手書きのタイトルで使ってみました。銀座のアンコーラさんをはじめ全国各地の文房具店などのイベントで作っていただけるインクなんですが、インク沼の住人さんなら何度も体験されている方も多いのではないでしょうか。ご存知の通り、自分の好きな色のインクを作っていただけるインク工房です。私はこのイベントを以前から知ってはいたものの2024年に初めて予約してお願いすることができました。インクのことを知れば知るほど石丸さんがどれだけすごい方かっていうのも知ることになるんですが、とっても緊張して当日を迎えたのを覚えています。どんな色にしてもらおうかって何日も考えて悩んでいったんですが、3回くらいもうちょっとこんな感じ、もうちょっとこっちに戻してなんてね、そんな感じで作っていただきました。せっかくだったので石丸さんにもいろいろお話を伺いたくて、石丸さんは手掛けられたガウディの万年筆のお話を伺ったら制作時のいろんな話をしてくださって、とっても楽しく貴重な時間になりました。インクを作っていただけるのもすごいですが、こんな風にね、いろいろお話を聞ける機会ってすごく貴重ですよね。また機会があれば予約して新たなインクを作っていただきたいなと思っています。いかがでしたでしょうか？本当にね、ランキングには入りきらないくらいお気に入りのインクがいっぱいの2024年だったんですけれども、
このチャンネルを始めて、たくさんの視聴者さんにご覧いただきまして、本当にありがとうございました。コメントでね、知らないインクのこととか、視聴者さんから海外の万年筆ユーザーさんからもたくさん教えていただけて、世界が広がりましたし、たくさんの情報を共有していただいて、本当に楽しい1年になりました。改めましてご覧いただいた方、チャンネル登録してくれた方、コメントを残してくれた方、皆さんありがとうございました。またね、私はこのインクが2024年に買ったインクでお気に入りになったよとか、このインク買ってよかったよとか、コメントで教えていただけたら嬉しいです。2025年は去年できなかったやりたいこと、紙のレビューですとか、万年筆インク以外の文具のこともちょっとずつ動画でご紹介していけたらいいなと思ってますので、ぜひ2025年もご覧いただけたら嬉しいです。それではまた。